はい、寄せ植えが楽しすぎて寄せ植え屋さんを開いてしまいましたソフィーです。火曜日夜8時になりました。今日も行きましょうかね。こんばんは。ゆるーく入荷紹介から行きたいと思います。今日連れてきた子はここら辺に一通りいるんですけど、ガエラルディアです。ガエラルディアの黄色、一応出根という認識でよろしいでしょうか。出根です。はい、次、ノブドウが入りました。この緑のすがすがしさに斑入りのノブドウっていうと、私のイメージだと明るい日陰っていうイメージです。斑入りのものってなんとなく全般お日様かっていうのはあんまりかなって、かでもいいんですけど、なんとなく斑がちょっと出ないで、もうちょっと日焼けしたかなって感じの斑になるかなっていう感じですね。ガウラのガンビットバリエガータローズ、ガウラガンビットです。これ今日連れてくるのすんごい悩んだんですけど、すんごい悩んでちょっとしか入れなかったんですけど、なんとこれが一番使い勝手がいいということにさっき気づいて、ちょっと失敗したなって思ってます。はい、ノブドウは実もなりますか？可愛いです。一応実はなるはずなんですけど、なる予定なんですけど、どうですかね。中にはちょっと花芽みたいのがあった子もいたんですけど、それはもしかしたら実になるかもしれないんですが、多分実がなっても本当に鑑賞っていう感じの実がポツポツってなる感じだと思います。そう、今日連れてくるの迷った最後の最後に決めたんですけど、でも今こう置いてみると一番使い勝手いいのこの子だったんじゃないかなっていう、ガウラのローズ、バリエガータローズなので、ちょっとこの分かりますかね、葉っぱがピンクっぽいで、ちょっとこの広がってるから扱いにくそうですけど、ブリコラージュみたいに組んで植える感じだと、こういうのが意外とはめやすくていいんですよね。でお花もこうピンクの差し色になるようなで、今日はですね、意外とねちょっと面白い子がいます。ちょっとごめんなさいね。アンチョコ見ながらいきますからね。ガウラガンビットいきました。ガウラは出根耐寒性多年草。今日はねこういう子ばっかりです。なんか一年草いないんですよね。はい、すいません。もうなんかアンチョコだからこっそり見るつもりが、もうガンガン普通に見てますけど、もうダメ、もう覚えられないから。はい。でこちらがエキナセアがちょっと今グリーンしてるんですけど、これは私のお家にあったのと一緒なので、真ん中がピンクになって周りが縁取りがグリーンになるバイカラーの子です。エキナセアのヴィンテージライムですね。うちはならなかったです。実にならなかったってことですか、ノブドウ。まあそういう子も個性だと思ってください。そのガウラはアジサイさんのレッスンの花材で使ってすっごいお気に入りです。ああ、やっぱりそうでしょう。なんかね、目をつけるところが似てるんですよ。まあ小森先生のところを出てる人たちはみんなこう系統がこう似てるので、飛びつくものも大体同じような感じだと思います。つぼるのも多分似てるんで、多分入れちゃうんでしょうね。これ意外とこう考えると挟みやすいなって。はい、エキナセアが暑さ寒さ強くて耐寒性多年草って書いてあるけど、うち出根だったんで、これはヴィンテージライムで、こっちはルージュノワールはすっごい今つぼみというか花がまだちょっとちゃんと出てないんですけど、去年咲いてる時に咲いてる実物を見て飛びついた感じなので、赤がねすごく綺麗だったんですよ。なのでちょっと去年の記憶で可愛いっていうのが分かってるので、結構つぼみ硬かったんですけど買ってきました。エキナセアに行く人はちょっとおすすめ。あともう一つだけあったんですけど、それはもうちょっと出ちゃったんで、ご紹介はバーベナのメテオールシャワーです。この子だな。バーベナのメテオールシャワー、この子は多分多年じゃなかったかな。株がぐんぐん太くなる子でしたっけ。結構
なんかこうよく花屋さんで見かけるような感じかなと思います。これもねガウラと一緒で結構こうあちゃこちゃいってるので、ガウラと一緒にはめるといいかなっていう感じですね。であとこれのおすすめは、もう私まだ使ったかこの間もうちょっと小ぶりな子を使ったんですけど、結構こうシュッと立ってしっかりしてるので、立体感のあるお庭作りができる。10上にしても8上にしても割と立体感出すのにいい感じの子ですね。これガンタって花壇とかだと全体的にトーンが同じになって高低差出しにくかったりするんですけど、高いシリーズの中でもこういう主張があるので、割とその立体感を作り出しやすい子かなと思います。その立体感でいけば、こういう子も立体感があって高さがありますけど、こういうなんていうんですかね、まっすぐシュッといくわけじゃなく、趣のある形をしてる子は、しかも茎もしっかりしてるし主張もあるので、割とこう置いて他の造形を作りやすい子じゃないかなと思います。花壇でも鉢でもちょっとおすすめ。ちょっと空でそんな感じかなっていう、まだちょっと植えてみた感じ、すごくなんか結構ハマったんですよ、寄せ植えで。なので割とこれ入れると決まりやすいんじゃないかなと思います。これはボナリエンシスの交配種で、種がつかないそうです。種がつかないので勝手に増えない、レースフラワーみたいに勝手にボツボツ落ちて勝手に増えないっていう、いいんだか悪いんだか分かんないような仕様です。そうですね、宿根でなければその種で落ちて増えてくれるのってある意味ちょっと楽しいんですけど、でもこれ株がどんどん大きくなっていくのかな、刺すのかな。増やし方は特になんかねいろいろ探したんですけど、種はない代わりにこれが種っぽく大きくなっていくっぽい感じで書かれていた気がします。はい、反対感性多年草ですね。はい、で次リナリアプルプレア。これがねこの花のなんていうんですか、花の繊細な感じ、これを見るとアガスターシェとか思い浮かびません？うちアガスターシェがあって、アガスターシェの花ってうちにあるのはこの子がこういう咲き方したみたいなちょっと強さのある花なんですけど、これはもうちょっと優しい感じなので、その中に入れると割とこう野に咲く花みたいな感じで可愛らしさが演出できるんじゃないのかなっていう、割とこう野の花というかイングリッシュガーデンチックになるかなっていう。これは宿根草で加湿がダメって書いてあります。加湿がダメ、はい、そんな感じです。で私の今日の推しはこの子ですね。宿根ロベリアスターシップスカーレットレッド。これはねなんかちょっとサルビアっぽい感じで、まだちょっと花がね出てないんで分かりづらいんですけど、サルビアみたいな赤っていうのがつくのかなって。そういう意味ではさっきのエキナセアのルージュノワールとこの赤とガウラの赤と、なんかこうちょっと赤っていう感じの、もうなんか南の国に飛びたいのかなみたいな感じのちょっとチョイスになってるかなと思います。三尺バーベナだ。そういう言い方するんですね。へえ、三尺バーベナっていうの。へえ、はい、バーベナメテオールシャワーっていうなんか強そうなメテオみたいな感じの強そうな名前なんですけど、三尺バーベナっていうんですね。はい、リナリアダプルプル、そうです。うちでかいのよリナリアさん。そうですね、なんか1メートルぐらいになるかもしれない感じがする。草丈100センチって書いてあるので、原産地が欧州南東部なので、そういうガーデンっていう感じを作るのにいいでしょうね。このお花の感じもアガスターシェプルプレア、アガスターシェプルプレアってすると、なんとなくこうメリッとハリって感じの、なんかこうちょっと強弱みたいな感じの色も近いんでね。はい。で宿根ロベリア、この子はなんか自生が水辺あたりなので湿り気好きということ
で湿り気好きな子らしいです。なんかアジサイとかアスチルベとかもそうだし、その辺系統がお庭にある人は近い管理でいけるんじゃないかなと思います。銅弾ツツジより伸びてるリナリアの話ですね。そのでかいのって、これ誰か植えた方います？シュッコンロベリア、これもね60センチなんでそこまではないか。でもなんかちょっとね色が強かったんで、ちょっとこう夏これから暑いのに暑みたいな感じの暑さをちょっとこう先取りしていこうかなと。でこれなんだかちょっとインスタとかなんかいろいろ見てた方はなんぞやって思ったんじゃないですか。蚊帳です蚊帳じゃないです。もうこれ見ると痒くなっちゃうんですけど、レモングラスです。レモングラスで非耐寒性多年草、まあそうですよね、タイとかあっちの方ですもんね。レモングラスは東南アジア料理やハーブティーの定番ですが、抗菌殺菌作用や胃腸の働きを助けたり防虫効果もあり、クローゼットに乾燥場を入れて防虫や香りを楽しむこともできます。高温多湿を好むので寒さには弱いですということで、レモングラスを買ってまいりましたレモングラスです。はい、これちょっとね見た瞬間にちょっとやっぱ食べれるとかいいですよねここにねティークッキングビューティーって書いてあるんですよ。もうそれがねもうちょっとこう見えますかね。ティークッキングビューティーってなんか書いてあって、これがね私的にねヒットだったんですよ。多分お家に庭とか鉢とかあると多分バジル植えちゃったりとかミント植えちゃったりとかして、こうバジル摘んできてこうバジルパスタに入れちゃうとか、ミントパンしてミントティーやるとか多分やってる方いらっしゃると思うんですけど、これあるとね、ともやむくんこれ庭に行ってパツンと切ってきて、ともやむくんあれ乾燥させるのかな。でもなんかこうそういうちょっと東南アジア系の料理もそのバジルとかミントの中に入れていただいてでもなんかこれね植えるとすごいことになるらしいんですよ。私も植えたことないんで憧れだけで買ってきたんですけど、どうやら太株になるらしくて、なんかすごい株になるから地植えの時は要注意みたいな感じなんですけど、なので多分鉢で植えて管理した方がいいんじゃないかなっていう、レモングラス鉢というのを準備していただいて、地植えにするとすごい大株になるらしいんで、お家の敷地がすごい広くてここだけすごいなんか茅みたいな塊がドーンあっても大丈夫という方は地植えおすすめです。そうじゃない方は鉢管理でレモングラス鉢を作っていただいて、ともやむくんも自分家で作れるっていう。ミントは地獄そうなんですよ。ミントうち庭の花壇に植えてた時にしばらくすごい根絶やしにするまですごい大変だったんで、出てきて取って出てきて取ってって地下茎でずっと張ってるんで、地下茎を殲滅するまでミントが出続けたんで、まあミントはミント鉢かなというわけで、そろそろさっさと行こうかなと思います。せっかくこのレモングラスを連れてきたので、今日はもう見てお分かりの通り出根草パーティーです。よっこらせ、何に植えるかというと、またこういう鉢を持ってまいりました。出根草多年草ということはもう寝かしちゃうのかなっていうイメージがあるので、もっと大きい器に入れてもいいんですけど、どうせまた植え替えるんだろうということで、気が向いたらこのままなんかやり過ごして、でもこれがそれを許さないだろうな。株分けはあったかい時期にできるそうなので、今植える時に見ながらちょっと分けていってもいいのかなと思います。でも分ける要素あるかな。三尺バーベナというのをこのリナリアさんと合わせて、このリナリアさんがねすごく繊細で
うちにいる何て言うんでしたっけ、アガスターシェがいるので、アガスターシェと合わせればさぞかしメルヘンだろうなと思いまして、オサレナガウラ、そうなんです、オサレナガウラなんです。あれ結構、いやもう迷ってないでもうちょっと買ってくればよかったんですけど、ちょっとね、よいしょ、あんまりねそんなにねいっぱい買ってもなと思って、ちょっともうこの辺がね難しいんですよ。こうやっぱりこうそんなに買ってもなと思ってちょっと買うと、意外とそのちょっと買ったのが人気だったり、これいくでしょうと思っていっぱい買ったのが意外となんか全然出ないとか、そういう博打みたいな感じですね。今回ちょっとその博打にまた負けてしまったっていう。まだ咲いてないから余計に赤がちょっと感じられないんですけど、これ咲いたりするとすごく結構強烈な赤になると思うんで、多分咲くと東南アジアの香りを楽しめる感じの寄せ植えになるかな。ここだけちょっとイングリッシュだな。はい、というわけでいきましょう。じゃあこのティナリアプレア、この子はこぼれ種で増えるそうです。大好きなこぼれ種です。こぼれ種で増えます。はい、その繊細なリナリアが可愛い。そうなの、この繊細なリナリアがね可愛いの。なんかね、アガスターシェを持ってる方多分気になると思う、絶対。私アガスターシェの花ってこんな感じの花がこのリナリアみたいにバババッとついてるじゃないですか。だからこういう繊細なのと合わせるとさぞかしと思って連れてきたので、ちょっとこうふわふわゆらゆら繊細さが好きな方は多分好き。アガスターシェみたいにシュッとこう背高さんだけど、お花はリナリアの何て言うんですか、ちっちゃいリナリアと同じような、なんかもう優しいふわふわふわっとした感じなので、ふわふわなんですよ。見た感じ遠目に見るとふわふわなんで、多分アガスターシェ好きとかお家にいるっていう方はそれと沿わせると結構強弱みたいな感じでいい感じのグラデーションができると思います。このレモングラスと組ませるんだっけな。背高い系の子はみんなこう渋滞を起こすんで折れちゃ嫌だしな、大変なんですよ。そのバーベナのステムの強さがスターチスっぽく見えます。そうなの、これスターチスなんじゃないのかな。これレモングラスなんですけど、ただの蚊帳とかススキとかじゃないんです。レモングラスなんです。ぜひ庭に植えてトムヤムクンを作ってほしい。トムヤムクンじゃなくてもなんかハーブティーとか、レモングラスのハーブティーってどんな感じ、なんか防虫とかにもいいらしいんで、なんか根っここんな感じでイネ科なんでこんな感じですね。株分けもあったかい時期っていうんで、今もう全然やっちゃってもいいんだろうと思います。多分田植えとかしたことあります？田植えとか田植えとか言っちゃうところが、田植えの時の根の割り方とカレックスとかもそうですけど、ああいう割り方ですね。レモングラスも一緒です。田植えした人ない人に稲の割り方とか言ってもあれなんですけど、この株のところからこうみちみち分かれる感じで分けちゃっていいと思います。あ、すごい顔になってる私。根を切らないようにと思いながら、でも泥が飛んでくるのが嫌だ。よし、バラの後ろにシュシュが欲しいバラの後ろなんだ。レモングラス、これもちょっと耐寒性はないんですけど、まあ暖かくしてあげれば増えるでしょうし、しかもタイ料理にもいいし、なんだっけ、トムヤムクンにもいいし、防虫効果もあるらしいのでおすすめです。もう食べれるって非常食ってさ、もういいよね。ハーブってみんな好きですか？多分今夏野菜のシーズンだと思うんで、夏野菜のそばにちょっと植えて香りを楽しむ防虫効果。一回これで入れようかな。ちょっとここに組ませたい気がするけど、これなんかちょっと趣があっていい感じ。動きが綺麗に出るから食べれるし、ちょっとこう植えといて
ハーブティー入れたいなとかトモヤンクン入れたいなってこうちょっとこうパチって切ってだんだん減っていくっていう減ってなんかこうちょっとこう気が付くとこの辺から閑散としてるみたいな。私が推してるのはこれなんですけど、シュッコンドベリア、これ今日推してるんですけど、何気にこうレモングラスもちょっと軽く推しですね。多分あれ映像で見た方大概の方がなんだこれっていうかやっていう反応だったんじゃないかと。すすきかや、そういうなんか川辺みたいな反応だったんではないかと思います。これ水はけいい土だな。水はけいい土だけど水辺って書いて、水辺はこれじゃないな。そうよね、違う、水を好む子だの割にすごく水はけのいい土なんだな。水辺ってこんな感じかな。あ、組ませるのがなくなった。まあいいや、この辺にポンポンと入れていきましょう。そんなね、なんかガンガン入れてもしょうがないんで涼しげな感じでいきましょう。今日はここにシューッと立てて、動きはレモングラスが作ってくれて、レモングラスがになんとなくいきますよね、目がね、シュッと。でこの子が、レモングラスがシューッとしてこういって、バーベナがちょっと立体的にガッとこう形を作って、リナリアがこの子ちょっと背が高いんですけど、ふわふわっとゆらゆらっとしてるので、今こうちょっと揺らぎって感じですね揺らぎっていう感じで、ここにまあこの赤い子シュッコンリナリアを入れていきます。入れ方はもう今ポンポン上になってるんですけど、このゆらゆらとかこのなんていうんですか、立体的なバーベナちゃんが三着バーベナっていうんですか、この子がいるので、この子がちょっといろんなものをまとめてくれるので、こう広がった中に組み合わせていく感じでいくので、うまいことはまっていきます。ただこういう広がる子って意外と真ん中が落とし穴なのでね、真ん中だけポコンと開いたりするから、さっきのガウラちゃんを入れると意外と収まりがいいんですよ。ガウラちゃんもこう組ませてダブルで組むからちょっと真ん中が分かりづらくなるんですよね。なんですけど今日は他の子でいきます。はい、今こんな感じです。今もうなんか今日は清高さんたちで、あと出根とか多年とかで作ってるんで、今時期すごいなんかこう来年を意識した楽しみってありますよね。この子たちが一年草、前回一年草好きっていうのを主張したんですけれども、今日は来年の楽しみを作るみたいな、そんな感じで言っております。この前霧島の山岳に住んでいて、出根や球根で耐えられるものを聞かれたけど、ガイラルディアもエキナセアもダメと言われて分かりませんと答えました。出根や球根で耐えられるもの、霧島の山岳で出根や球根で耐えられるものってことは寒さに強いものってことですか？逆を言えば霧島でということはあれか、山野草とかがいいのかな。山野草でそういう子っていたっけ？秋田もなんかこう南の国の山岳地方っぽいこう植えられそうな気がする。でも湿気もあるんちゃう？秋田って湿気なんかなさそうだけど、さっき花芽がどっかあったな。なんだかんだ言って終わっちまったよって終わっちまったよみたいな。しかもラベンダーは元気で白花のセイタカさんが欲しいそうな。白花のセイタカさん、高原かな。あ、そうかも、高原かも。霧島ってなんか海老名とかあんな感じでしょ？違うのかな。ああいう標高高そうな。そうすると白花なんだろう。そういうところの白花って何があったっけ？乾燥気味の寒冷地かな。いや乾燥気味じゃないと思うんだよね。湿気あると思うんだよね。はい、なんとなくこんな感じって
なんか本当はちょっとのぶどうも入れようかと思ったけども、なんか満載って感じなんで、こんな感じで今日はこの子が今つぼみだけど、赤くババババッと上がってくると多分一気にこっちに目がいくと思います。これとりあえずガイラルディアです。黄色がガイラルディアで、この赤いのが出根ロベリアです。はい。でこちらがバーベナメテオールシャワー。三尺バーベナで、これがリナリアプルプレアで、これがレモングラスです。食べられます。あ、でエキナセアですね。エキナセアのヴィンテージライムです。なんとなく今日はもう組ませずに、隙間にこう空いた隙間にこう埋め込んでいく感じで入れております。このなんだっけ、バーベナのメテオールシャワーというのが結構こう立体的な感じで、その子をちょっとこう中心に据えて、レモングラスでちょっと動きを作って、このリナリアでふわふわっとさせて、ちょっと今時期目を引くガエラルディアと出根ロベリアのこのビビッドな赤、サクッとビビッドな感じです。でここのエキナセアのバイカラーの子がここでもちょっとこうサクッと色気があります。そんな感じでこれからっていう感じと、あと全般的に出根と多年を多用しているので、このままでもちょっと様子見て来年が待てる。でもちょっとこう株が大きくなりそうな子もいるので、植え替えは必要かなと思いますけど、気が長い人だったらほっといてももしかしたら大丈夫かもしれません。はい、そんな感じです。三尺バーベナ大好き。みんな三尺バーベナで記憶してらっしゃるんですね。ネギこれはね、レモングラスなのでお茶によし、食べてよし、胃腸の働きを助けて抗菌殺菌作用もあり、防虫効果もあるので、乾燥葉をクローゼットに入れるといいらしいです。なのでポプリとか使い道がいっぱいあって、何より食べれるというトムヤムクンを作ってください。レモングラスが蚊よけにもなりそうですね。蚊よけか、そういうのも書いてあったかも。なんかでレモングラス使ってちょっとこう食べてよし、飲んでよし、防虫にもよし、なんか蚊よけにもなるとかっていうのまで出てきて、使い道いっぱいあるので、ぜひ試してみてください。そんな感じですね。はい、ありがとうございます。来週もまた火曜日の夜8時にお会いしましょう。ありがとうございます。